皆さんは西洋文化と聞いて何を思い浮かべますか？モナリザなどの絵画でしょうか？それともモーツァルトの音楽でしょうか？もちろんそれらも西洋文化の一部です。でも西洋文化はそれだけではありません。皆さんが今朝起きてからの行動を思い出してみてください。朝起きてまず何をしましたか？顔を洗ったり、トイレに行ったり、服を着替えたりした人が多いと思います。では、洗った顔を拭いたのはタオルでしたか？それとも手ぬぐいでしたか？トイレは和式でしたか？寝ていた時に着ていたものは浴衣でしたか？そして今着ている服は？私たちは東アジアの日本という国で暮らしています。でも私たちの生活はほとんどがヨーロッパやアメリカで生まれたもので占められていて、日本的なものはほんの少ししかありません。銀行や株式といった経済のシステムも、そして日本の政治の根本である民主主義でさえ西洋で生まれて日本にもたらされたものなのです。なぜ日本にいる私たちが西洋式の生活をしているのでしょうか。こういった生活は皆さんにとってはあまりにも当たり前すぎて、あえてなぜだろうって考えてみたことはないかもしれません。でもよく考えてみたら不思議ではありませんか？このように普通は当たり前だと思われていることに疑問を投げかけること、これが全ての学問の始まりです。例えば、リンゴが木から落ちるのはなぜだろうというニュートンの素朴な問い、これはおそらく当時の人々にとっては馬鹿げたことだと思われたかもしれません。でもそこから近代物理学が始まったんです。では、どうして日本人が西洋式の生活をしているのかという疑問を解き明かす学問分野は何でしょうか。それが歴史学です。今や日本だけでなく世界中が西洋化しています。これは今から約500年前、大航海時代と呼ばれる頃に始まったヨーロッパ人の世界進出とそしてグローバリゼーション、この結果なんですね。歴史学っていうと遠い昔の出来事を扱うことのように思うかもしれません。でも実は歴史っていうのは今の世界、今の私たちを知るためにも必要な学問なんです。